メンヘラメイクとかしてる場合じゃない。ギャルメイクしましょう。どうされちゃうんだろうってね。消えてる。消えちゃってます。ギャルメイクなんでね、そこはあえて。絶対うん、黒い黒い。まずベース完成。メイクする順番なんですけど、僕の場合はまずはアイメイクから仕上げます。なぜかというと、アイメイクを仕上げた後にハイライトとかチークの立体感が全部出ると、眉のラインがすごい綺麗に出てきます。そうすることに眉の描き方がすごい簡単になってくるので、今回は先にアイメイクから仕上げます。でちょっと今ねピンク系の色が入っているんですけれども、さらにブロンズのゴールドで足していきます。でもこれはどっちかというと光、色というよりはもう光を足していく感じの一体感です。もうクリームチークなので、一番頬の高い位置に乗せて軽く叩いてなじませます。でもうほぼ残っているもので目の下のこのハイライトゾーンに足していきます。でギャルメイクの特徴としては、切れ長に作るということがポイントなので、どちらかというとこの一番高い C ゾーンと呼ばれるところの一番高いところにめがけて集めていく集めていく集めていく。次はですね、ブラウンですね。今回はマット系のブラウンの濃い色を使います。このダークブラウンですね。結構暗いよね。めっちゃ黒い。これをまずこうブラシに取っていただいて、こういうマットの色をブラシに取ってすぐのせると絶対目の下が真っ黒になってしまうんで、一回ティッシュとか軽くなじませてからつけてください。で二重の幅の部分にしっかりと入れていきます。濃いメイクをしたいときはブラシは伸ばさないで、アイシャドウ置くっていうようなイメージで、置くっていうようなイメージでつけていきます。アイホールの一番高いところまで色が入ってやってます。目の下も足していっちゃいます。でも結構ね幅広く入ってはいるんですけど、どうせつけまつげとかついてくるので、それをつけた時には意外と馴染んでくれます。まだつけるかっていうね。結構つけますね。結構つけるんですよ。普段メイクする時何分ぐらいで仕上げるの？30分あれば30分ぐらいできますね。痛くない？大丈夫？はい。ただただ怖いだけだよね。怖いですね。どうしよう。終わんない。追放されちゃうかもしれない。渋谷に行ってって言われちゃうかもしれない。原宿にあんまりギャルっていないでしょ？いないですね。いないよね。ちょっとここでアイライナー入れていきます。少しジェルライナーを入れていきます。まだアイシャドウは完成ではないんですけど、先にはい、怖い。下見てください。ジェルライナーとか使うことある？なんか昔新大久保で買ったんですよ。使わなかったですね。ジェル流行りましたよね。ね、流行ったよね。流行りました流行りました。もちろんリキッドとかもすごい今ねいっぱい今だけど、めっちゃ笑われてるんですけど、私大丈夫ですかね？全然大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。どんどん足していきます。まずちょっとアイライナーからちょっと入れてバランス見て濃くどんどんしていきます。めっちゃ濃いんではないですか？めっちゃ濃いっちゃ濃いけど、つけまつげがねつくとね全然普通になっちゃうんだよね。でもカワイパティーンのギャルメイクとか動画すごいよね。ワンバとかはね行っちゃうとすげえなっていう。すごいめっちゃ可愛かったです。なんか真似したい動画とかある？それで街は歩けとは言わないからさ。黒ギャルじゃないの？黒ギャルは自分にできる勇気はないですね。あ、じゃあミクロさんにやってもらう。マンバとかやってみたいって思ったことある？ないでも可愛いと思うんですよ、見てて。ギャルとか可愛いよね。でもさデコラも派手じゃん。はい。ね、違った意味では違います。あれはすごいと思う。可愛いのレベルがまたちょっと違うよね。確かに違いますね。なんか左右がね合わせるの難しいね。
でもなんか可愛いバディ見てるファンの人たちはさ、結構ギャル好きですよね。ギャル好きですよね。好きですよね。ギャルメイクとかなんかすごい再生回数とか見ててもそんなに好きなのかなっていうぐらい。ちょっとこれね、みんなにねちょっとしていきたいんですよ。みんなにねちょっとしていきたいんですよ。ギャップが面白いんじゃないかなっていう最先端のギャルかって言ったらまたちょっと違うよね。渋谷に生息するギャルって感じだね。王道、もう王道、もう夏といえばこのぐらいはダイヤモンドラッシュ。懐かしいよね。超懐かしい。セクシーをちょっとつけていきたい。それはやばい。高校の時流行りましたね。そうだよね。でちょっとつけまつげつける前にビューラーで軽くだけ上げます。あんまり上げすぎるとつけまつげとまつげがクロスしてつきにくくなるので、本当もう軽く根元を少し上げる程度です。はい。あ、ちゃむちゃんまつげ長いね。最近美容液やってます。美容液。はい。ちなみに何使ってるの？スカルプ D です。あ、いい。めっちゃいいです。おすすめです。スカルプ D おすすめでおす。すすめです。でちょっと目尻にはプラス3分の2ぐらいに切ったものをさらに足します。でちょっと決めてください。いい感じ。すげえいい感じ。本当ですか？これで実家帰れますかね。まあ家に入れてもらえないかもしれないね。視界がどんどんちっちゃくなってる。つけます。すごい久しぶり。でちょっとゴールド入れていきます。目が違う生き物みたいね、そうなってきますよね。例えば何ですか？目の上に蝶々がやばい。はい、ちょっとノーズ入れていきます。ノーズは鼻の脇にちょっと入れることによってより鼻が高く見えるように入れていきます。できるだけ肌に近いより気持ち赤みのブラウンっぽいのを入れるといいです。ハイライト白、もうまず T ゾーンで、白はマットの白入れればより強くハイライトが出ますし、ちょっとこれ少しだけ細かいパールが入ってるので、どっちかというと光で立体的に見せてくれる感じです。であとこの眉毛の下ですね、 C ゾーン。ああ、もうなんかさっきのちゃまちゃんがもういないここにはうわもういなくなっちゃってます。どうですか、ギャルになってきてます？大丈夫？なってきてるよね。チーク入れていきます。チークはちょっとピンクなんですけども、ちょっとこういう少し白っぽい感じのピンク、コーラルピンクっていうんですかね、ライトピンクっていうんですかね、そういう色を入れていきます。でさっきブラウンのベースの時点にちょっとハイライトというかチークっぽく入れたものがあるので、それを入れることによってほんのりとピンクの色味が表面に出てくるので、でもそんなにねピンクチークは強く入れなくてもいいです。でちなみにブラシ使う時にブラシって丸いじゃないですか。ここの太いところで入れると広くなるし、細くもなったりするし、逆にこれをギューって押してあげることによって細かいところ、ハイライトとかやるときにちょっと押してあげるとすごい綺麗にチークがとかハイライトが入れやすくなります。ちょっと落ち着いてきたじゃない。今さっきなんか捉えられたここまで来たらしょうがねえなって感じ。ちょっと先にリップのベースだけつけておきます。で例えば口の色を少しコンシーラーとか薄く使うと昔の流行ったリップの色になるので、今日はちょっとだけ色はつけます。今日のギャルは何ギャルなんですか？
10代の若い子がするギャルかな。なんかもうほんと王道の目の周りちょっと囲ってみて、つけまつげをたっぷりつけて使うメイクですちょっと眉も少し明るくしちゃいます。人生で初めてや。参りますから、そうだね、基本的にね髪が黒いからあんまりねする必要はないとは思うんですけども、ちょっと今日は少しだけこんな感じなんですね。そうなんです。でちょっと次ね眉なんですけど、眉も少し最初パウダーで全体的にガイドラインを取っていきます。まずもう眉尻から取っていきます。眉尻を決めて少しずつ徐々に内側という風に入れていきます。メイクで一番難しいなと思ったことってどこ？アイライナー。でもアイライナーもすっごい細くしかキムちゃんの場合描いてないから、太くすることなんてないですよね。ないですね。ないよね。今もうアイライナーめっちゃ太いですよ。そうやばいですね。でちょっとペンシルで少し、眉頭の部分に足してます。結構皆さんやっぱ眉描くのすごい難しかったり、あと綺麗な形取れないっていう人もすごい多いじゃないですか。特に今ね流行りがそんなに眉もくっきりっていう眉ではなので、少し太めの眉とかが流行っているので、もう部活ぐらいとか昔のギャルとかとも眉毛ない人がすっごい多かったと思うんですけども、例えばね眉もね描いた後すごい形が綺麗にしたい時はファンデーションとかコンシーラーを少し取って下のラインだけを整えてあげます。そうするとすごい綺麗なラインになります。で最後少し目の下だけアイラインになじませていきます。少し粘膜もちょっと埋めていきます。おお怖いよね。怖いですね。やったことないですよね。でもあんまり入れすぎると多分涙も出てきちゃうので。で最後ちょっと下まつげ少しつきます。でバサバサ感を出すんだったらもう本当に下もねみんなつけまつげつけるんだけど、ちょっと今日は最後ちょっとピンクのグロスをつけて終わります。普段髪って巻いたりすることもあるの？そんなに巻かないですね。どうしようかな。ちゃまちゃんがギャルに変身どうぞ。うわーわ大きいというかもうギャルだよね。こんなちゃまちゃんになっちゃいました。こういうギャルでもいるよね。でもこれ逆になんかビジュアル系のバンドとかさ、バンギャンみたいな、そうそういうような暴れそうですね。うわーって感じでね。後ろ振り向いたらこの顔やったら怖いですよね。そうもうライブとかだったらもういいと思う。これね、例えばさ花冠とかさ、そういうのつけても可愛いし、ほらこういうメンヘラちゃんとぴったりオリンピックみたいなこの合わせ方も合うんやなって感じですね。原宿の子もちょっとたまにやってみるのも面白いのかもしれないです。特にね外国人のね人とかやっぱ濃いメイク絶対映えると思うし、目元だけつけまつげとかちょっと濃いめのメイクするのもありだと思います。やっぱり目のアイメイクの濃さですよね。みんなやっぱアイホールってこの部分を指さすと思うんですけども、そこをもう完全に無視。ギャルメイクはもうアイホールは無視、もうアイホールは無視して、まずつけまつげをつける位置から少し眉山とぶつかるところぐらいまでのこの広い部分にアイシャドウを入れるっていうのが、ギャルメイクの鉄則なのかなっていうふうに思います。そうすることによって目力が出る。肌もねちょっとブロンズにしてるんです。でも思ったよりそんな真っ黒ではないでしょ。めっちゃ暗いのかなって思ったけど、思ったんですけど、意外と馴染んでますね。馴染んでるよね。ちょっと今年日焼けしたなぐらいな。タイトルはミクロの勝手にギャルにさせて次のターゲットはあなた。皆さんやりたい子募集してますよ。いつも可愛いパティーンに来てください。メッセージお待ちしてます。